今日はボイスでどんな歌声が作れるのか、いろいろな方法で歌声データを作ってみるよ。この前の動画でサウンド生成の歌声をボイスにすると面白いと紹介したね。今回はサウンド以外の機能も使ってさらにいろいろな歌声を作ってみるよ。まず最初にボイスを作れるデータの条件について改めて説明しておこうか。ボイスを作れるデータの条件って実はものすごく複雑だったりするよ。まずボイスを選択しようとするとエラーメッセージが表示されるパターン。アップロード属性のついたデータでボイスを作ろうとするとこうなるよ。それとエラーメッセージは出ないけどボイスが選択できないパターンもある。サウンド、ステム、スタジオなどの属性がついたデータはこうなるね。最後にそもそもメニュー欄にボイスが表示されないパターンもあるよ。ボイス属性のデータはこれになるよ。要するにボイスで作った曲はこうなる。データの属性によって細かい部分がいろいろと変わってきたりするんだけど、面倒くさいからボイスを作るときは属性を消してしまうのが一番早いよ。エディターを開いてそのままセーブ、またはアジャストスピード1倍で生成。こうすると元データと同じ音で属性だけが消えたデータを複製できるよ。この属性を消す手順を踏んでいれば基本的にはどんなデータもボイスにできる。ただアップロードした人の声のデータ、これだけは属性を消してもボイスにできない。アップロード属性とは別の隠し属性が声をアップロードすると付与される。この隠し属性は何をしても消えないよ。アップロードした声はボイスにできない。まとめると素の内部の機能であれば何の機能を使ってもボイスにできる。逆に素の外部から持ち込んだ声は基本的にはボイスにすることはできないよ。では素のだけでどこまでできるのか、それが今日の動画のテーマだよ。まずは特殊な効果音のような声を無理やりボイスにしてみよう。前回のサウンドプラスボイスの動画でも効果音風の声をボイスにしてみたけど、前回の方法ではボイスにできない音を今回は無理やりボイスにしてみるよ。はあ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 君のボイスが聞きたい、夜を越えたい夢だこまた見て気がする。まだそこにあるボイス完璧じゃなくてこの変な声のままで世界に向かって完璧じゃなくてこの変な声のままで世界に向かって今の実例で使ったいろいろな方法を改めて簡単に説明していくよ。まずスタジオは言うまでもないけど一番自由度の高い操作ができるよ。ただプレミア限定の機能だし操作も難しいのが難点だね。今回はできる限りスタジオを使わず他の方法でボイスを作っていくよ。でも音程のない声を無理やり歌にする。先ほどの操作はスタジオでしかできないよ。スタジオを使えない場合は前回の動画で紹介した方法で無理やり歌わせるしかない。一応マイロでも同じことはできる。というかむしろマイロの得意分野だけど残念だけどマイロは素の外部扱いだよ。マイロを経由した声でボイスは作れない。音程のない声でもボイスは作れるけど成功率はかなり落ちてしまうよ。可能であればスタジオやサウンドで無理やり歌わせたデータを用意したいね。先ほどの例でもう一つ使ったのはボイスで作った曲から別のボイスを作る方法。
まずは理想に近い歌声が出るまでボイスで何回も生成を繰り返す。良い歌声が出たらそれをボイスにする。そうするとより良いボイスができるよ。効果の弱い不安定なボイスはこの方法でクオリティを高めるといい。ここからはいろいろな音楽的要素をテーマにしたボイスを作っていくよ。まずは声のピッチを操作してみようか。声の高さ、低さを変えるってことね。これはスタジオなら簡単にできる。それとアジャストスピードでもできるよ。アジャストスピードは曲の再生速度を変える。それがメインの機能ではあるけど、キープピッチボタンをオフにすると再生速度と同時に音の工程も変わるよ。例えば2倍で生成すると再生速度2倍プラス音の高さ2倍になる。ちなみに2倍の高さの音というのは音楽的には1オクターブ上の音になるよ。次にキープピッチオンで 0.5 倍にすると再生速度は半分、音の高さは同じになる。この2つの生成を連続で行うと再生速度は2倍の半分で元に戻るけど音の高さは2倍のままになるね。これで音の高さだけを操作できるよ。この方法でピッチを変更してボイスにしたらどうなるか聞いてみようか。君のボイスが聞きたい。夜を越えて響いてく。また会える気がする。完璧じゃなくていいよ。この変な声のままで世界に向けて歌う。ボイスは元の声のピッチを再現する。つまり声の高さをある程度指定できるよ。ただピッチを機械的に変更した場合は加工したような声まで再現されてしまう。今回は極端にピッチを変えたのでかなり特殊な歌声になってしまったね。ピッチの変更幅をもっと少なくすれば比較的自然な歌声を保つことはできる。またはアジャストスピードではなくスタジオを使うともう少し自然になるね。ただどの方法でも多少は不自然になるよ。ピッチ操作をするときは注意が必要だね。ちなみにボイスが対応できるピッチは先ほどの実例の声くらいが限界だよ。あれ以上に声を高く低くしたボイスは正常に機能せず声が再現されなくなる。次は声の速度について調べようか。速く歌うか遅く歌うかってこと。声の速度もアジャストスピードで変更できる。ただそれだと不自然な声になるから声の速度は頭欄の工夫だけで元データを作ってみることにするよ。ボーカルの速度を速くする方法は前に別の動画で触れたことがあったね。歌詞1行の音節数を30程度にしてラップタグなどの高速で歌う要素を入れる。こうすると成功率は高くないけどほぼ16分音符で歌うボーカルが作れる。うまく歌うことができたデータをボイスにしたらどうなるか聞いてみよう。一人夜空を見上げながら流れ星に密かに願いを込めた。見えない星の彼方に君がいるような気がし仕方がないよ。夜空に散りばめた星の光が遠く輝き続けているよ。この夜空にきらめく星たちと共に歩くと寂しくないんだ。宇宙の果てから届いてくる星の光よ、いつまでも消えない1億光年先から届いてくる光を胸に輝く星に手を伸ばしても届かない。それでも諦めないよ。消えてはまた蘇る星の命のように私もまた歩く。夜明けの空に溶けてゆく星たちよ、いつかまた会うこの夜空。闇に瞬く星たちの光は消えない。いつまでも変わらない。もう一度だけでいいから君のあの声が聞きたいよ。手が届かないこの距離を越えて君に会いに行きたい。繋いだ手のぬくもりだけが今も消えずに残ってる。君のいない世界でもずっと君のために生きてゆく。変な声が出てきた。
自分でも驚いた。聞いたこともない声、どこからやってきたの。でも止まらないんだよ、この声は自分だけの大事なものだから隠さないでいこう。ボイスは元の声の速度を再現する。ある程度好きな速度で歌わせられるよ。速い歌声は歌詞やスタイルを工夫してもうまく歌ってくれる可能性は低いので、速い歌声の曲を作りたいときはボイスを作るのは有力な選択肢だね。ボイスはデータの一部だけを選べるので、まずはうまく歌えた部分だけを参照させる。そのボイスで全体がうまく歌えるまで生成を繰り返すのがいいかな。ボイスは短いデータでも作れるけど、長いデータの方が効果は強くなる。最終的にはバースからコーラスまで全部うまく歌えた曲をボイスにするといい。ちなみにラップタグで歌える限界は 150bpm の16分音符くらいまでだけど、アジャストスピードで速度を上げればより高速で歌うデータも作れるよ。でもボイスが正常に動作する限界はこの方法を使っても 180bpm 程度だった。200bpm の16分音符で歌うデータはボイスにしても効果はなかったよ。次は和音について調べてみようか。複数の声を同時に鳴らしたらどうなるか。これはスタジオを使わないとできないし、音楽的知識がないと理解できないと思う。だから細かい説明は省略するね。実際の例だけ紹介しておくよ。君のボイスが聞きたい。夜を越えて響いてく。また会える気がする。完璧じゃなくていいよ。この変な声のままで世界に向けて歌う。君のボイスが聞きたい。夜を越えて響いてく。また会える気がする。完璧じゃなくていいよ。この変な声のままで世界に向けて歌う。君のボイスが聞きたい。夜を越えて響いてく。また会える気がする。まだ完璧じゃなくていいよ。この変な声のままで世界に向けて歌う。それが自分の声だから。ボイスは複数人ボーカルのハーモニーを再現する力はあまりない。ただ一応元の歌声に近いような複数人ボーカルを作る程度の力はあるね。普通の生成で複数人ボーカルを作ってそれをボイスにする方法もあるけど、特殊なハーモニーを作りたい場合はスタジオで加工したボイスを使うといいね。今回の動画の BGM も先ほどの例のクラスター和音のボイスで作成したよ。最後に音量について説明するね。残念だけど音量はほぼ再現されない。エディターなどで音量を変えたデータを作ってもボイスにはほぼ反映されないよ。同様にパンごとの定位も反映されない。パンも結局は音量の変化だからね。手動で頑張ってオートパンを作ったけど全く反映されなくて悲しかったよ。いろいろな仕様の説明はこれで終わり。最後に検証を踏まえてまとめてみるね。まずリズム、音の感覚について。これをボイスはある程度学習する。これを利用して速い速度で歌うボイスや変なリズムで歌うボイスが作れるよ。ただリズムを学習してしまうので結果的にテンポが固定されやすい。今回の実例で紹介した曲の大半は元データとほぼ同じ BPM になったよ。かなり強くスタイルで補正しないと
似たようなリズムの曲しか作れないね。次にメロディー、音の工程について。これもボイスはある程度学習する。単純な音の工程だけではなくつながり、つまりメロディーまで含めて学習するので、同じようなメロディーが使われやすい。これはボイスの一番大きな欠点だね。スタイルで強く補正をしないと同じような曲ばかりできてしまうよ。最後に音色、どんな声をしているか。これをボイスは一番強く学習する。今回の例でも複数人ボーカル以外は特殊な音でもかなり正確に再現できたね。ボイスは声を再現する機能なんだから、この部分の再現が一番強いのは当然。ただ問題はそれ以外のリズムやメロディー。ボイスはその部分まで学習してしまうから、何を作っても似たような曲になりやすい。いろいろな曲を作れるボイスを作るのは難しいね。一方でかなり強い再現力のおかげで特殊な歌声を作りやすい魅力もある。普通の生成では作れない歌声を作るという観点ではボイスは非常に優秀だね。今回の動画はかなり長くなったけど、ボイスで話したいことはまだいろいろあるよ。今回の検証結果を踏まえた応用編みたいな動画をもう一本作るかもね。それじゃまたね。